メソポタミア文明は人類最古の文明として知られ、多くの革新的な成果を生み出しました。ティグリス川とユーフラテス川に挟まれた肥沃な三日月地帯で約5000年前に始まったこの文明は、都市の発展とともに繁栄しました。くさび型文字や最古の法律とされるハンムラビ法典、灌漑技術など、現代文明の基盤となる技術や文化を残しました。また、シュメール人、アッカド人、バビロニア人、アッシリア人など多様な民族が共存し文化を育んだ地でもあります。その影響は科学、建築、天文学にまで及び、人類の歴史に深い足跡を残したのです。メソポタミア文明は私たちが生きる現代社会の礎ともいえる偉大な存在です。砂の下に眠る声、千の時を超え今も響く、星が導く神話の扉、誰が開くのか。刻まれた塞ぎ形の歌、語るのは誰の夢か。壊れた神殿の影、風がささやく。メソポタミアの謎が呼ぶ、失われた光探しに行こう。時の渦に消えた願い、もう一度この手で。遠い記憶の砂漠に隠された真実がある。滅びの先に残るものは希望か、それともフリュシェノの空に描いた未来への約束は、今もどこかで眠っているのか。メソポタミアの謎が呼ぶ、交差する運命の奇跡、遥か遠く響く鼓動をこの胸に感じて。もしも君が手を伸ばし、潤しの夢を解き放つなら、光と影の狭間に答えはあるのか。メソポタミアの謎が呼ぶ、失われた光探しに行こう。時の渦に消えた願い、もう一度この手で。古代メソポタミアの伝説的英雄ギルガメシュは、人類最古の文学作品の主人公として今なお私たちを魅了し続けています。紀元前2000年頃に成立したとされる叙事詩、
ギルガメシュ女子誌は、シュメール文明の都市国家ウルクの王として実在したとされるギルガメシュの物語を描いています。この女子誌は、粘土板にくさび型文字で刻まれ、数千年の時を経て現代に伝えられました。ギルガメシュは、神と人間のハーフとして描かれ、超人的な力と美貌を持つ存在でした。彼は、ウルクの王として君臨し、その圧倒的な力で民を支配していました。しかし、その力ゆえに傲慢となり、民衆を苦しめる暴君と化していきます。これに心を痛めた民衆は、神々に助けを求めました。神々は民衆の訴えを聞き入れ、ギルガメシュと対等に渡り合える存在として、野生の男エンキドウを創造します。エンキドウは、自然の中で動物たちと共に暮らす野生児でしたが、神殿のミコシャムハトによって文明化され、ギルガメシュと対決するためにウルクへと向かいます。ギルガメシュとエンキドウは激しい戦いを繰り広げますが、互いの力量を認め合い、やがて固い友情で結ばれるようになります。二人は共に冒険に出かけ、レバノンスキの森の守護者フンババを倒すなど、数々の偉業を成し遂げていきます。この冒険譚は、人間の成長と友情の力を描いた物語としても解釈されています。しかし、神々の怒りを買ったエンキドウは病に倒れ、死んでしまいます。親友の死に直面したギルガメシュは、初めて自らの死の運命を意識し、強い恐怖を感じます。彼は不死の秘密を求めて長い旅に出ることを決意します。この旅は、人間の生と死、そして不死性への探求を象徴的に描いています。ギルガメシュは、太陽神シャマシユの助言を得ながら、危険な山々を越え、死の海を渡り、ついに大洪水の生き残りであるウトナ・ピシュティムに会うことに成功します。ウトナ・ピシュティムは、神々から不死を与えられた唯一の人間でした。彼はギルガメシュに不死を得るための試練を与えますが、ギルガメシュはそれに失敗してしまいます。結局、ギルガメシュは不死を手に入れることはできませんでしたが、この旅を通じて人生の真の意味を悟ります。彼は、人間は必ず死ぬ運命にあるが、その短い生を精一杯生きることこそが重要であると理解します。ウルクに帰還したギルガメシュは、以前の暴君から一転し、賢明な王として民を治めるようになります。ギルガメシュ女子誌は、単なる英雄譚にとどまらず、人間の本質的な欲望や恐怖、そして生きることの意味を問う深遠な哲学的テーマを含んでいます。不死への渇望や死への恐怖、友情の尊さ、人間の限界と可能性など、現代にも通じる普遍的なテーマが描かれています。この物語は、後世の文学や芸術に多大な影響を与えました。例えば、聖書のノアの箱舟の物語は、ギルガメシュ女子誌に登場する大洪水の話と類似点が多いことが指摘されています。また、現代の小説や映画、ゲームなどにも、ギルガメシュをモチーフにした作品が数多く存在します。ギルガメシュ女子誌の発見と解読は、19世紀の考古学者たちによってなされました。1872年、大英博物館の学芸員ジョージ・スミスが、ニネベの遺跡から出土した粘土板の断片を解読し、大洪水の物語を発見しました。これを契機に、世界中の考古学者たちがメソポタミアの遺跡を発掘し、多くの粘土板が発見されていきます。現在知られているギルガメシュ女子誌は、紀元前7世紀頃に、アッシリアの王アッシュールバニパルの図書館に収められていた標準版と呼ばれるものです。しかし、この物語の起源はさらに古く、シュメール時代にまで遡ると考えられています。実際、ギルガメシュを主人公とする複数のシュメール語の物語が存在し、これらが後にアッカド語で統合され、現在の女子誌の形になったと考えられています。ギルガメシュ女子誌の解読は、古代メソポタミアの文化や宗教、世界観を理解する上で非常に重要な役割を果たしました。例えば、女子誌に描かれる神々の世界は、当時のメソポタミアの多神教的な宗教観を反映しています。また、都市文明と自然の対比、王権の正当性、人間と神の関係など、当時の社会や思想を知る手がかりとなっています。現代の研究者たちは、ギルガメシュ女子誌を様々な観点から分析しています。文学的な視点からは、その物語構造や象徴表現が研究されており、心理学的な観点からは、主人公の内面の成長過程が注目されています。また、神話学や比較宗教学の分野でも、他の文化圏の神話や伝説との比較研究が行われています。ギルガメシュ女子誌は、その普遍的なテーマゆえに、現代でも多くの人々の心に響きます。人生の意味を探求し、死と向き合い、友情の価値を再確認する。これらのテーマは、時代や文化を超えて、私たちの心に深く刻まれるものです。古代メソポタミアの英雄の物語が、今なお私たちに語りかけてくる。それは、人間の本質が、数千年の時を経てもさほど変わっていないことの証かもしれません。4000年前に生まれた驚くべき復讐のルールは、まさに目には目を、歯には歯を。
それが古代バビロニアの王、ハンムラビが定めた法典の重要な原則でした。血の復讐が日常だった時代に、裁きを公平にしようと、ハンムラビは282の条文を黒い石柱に刻みました。法典には、建築家が手抜き工事をして家が倒壊した場合、建築家は死刑になると定められていました。また、医者の手術が失敗して患者が亡くなった場合は、医者の手を切り落とすという厳しい罰則もありました。一方で、お金を持つ者が貧しい者を不当に扱うことも禁止され、弱者を守る視点を持っていたのです。世界最古の法典とも呼ばれるハンムラビ法典は、今でもパリのルーブル美術館で見ることができます。石柱の上部には、太陽神社マシューから法を授かるハンムラビの姿が彫られています。この法典は、その後の西洋法の発展に大きな影響を与え、現代の法律にも通じる公平さの考え方を示した画期的なものでした。古代バビロニアの王族たちは、次々と暗殺されるという恐怖の中で生きていました。そんな混乱の時代に、一人の男が頭角を現します。紀元前23世紀、アッカド王朝の第5大王として即位したナラム神は、卓越した軍事力で帝国の領土を大きく広げていきました。彼は、エジプトのピラミッドが建設されていた時代に、世界で初めて神格化された王として君臨しました。当時の王たちは神の代理人とされていましたが、ナラム神は自らを神と宣言し、その名前の前に神を表す印を刻ませたのです。メソポタミア文明の各地に残された彼の肖像は、いずれも角のある王冠をつけた姿で描かれており、これを神の象徴とされています。しかし彼の40年にも及ぶ治世は、決して平穏なものではありませんでした。各地での反乱を鎮圧しながら、アッカド帝国の支配を維持し続けたのです。驚くべきことに、彼の統治はメソポタミアだけでなく、現在のイランやシリアにまで及び、当時としては世界最大の帝国を築き上げました。一人の人間が神になろうとした野望と、その実現に向けた戦いの記録は、4000年以上の時を超えて今も私たちに語りかけています。古代アッシリアの前史となるメソポタミアで、世界最古の法典を作った王がいた。アッカド語で、真の王を意味する名前を持つサルゴンは、紀元前24世紀に世界初の帝国を築き上げた人物である。水運びの使用人として生まれた彼は、王の爵人としての地位を経て、やがて頭角を現していく。メソポタミア全土を制圧し、ペルシャ湾からエーゲ海まで及ぶ広大な領土を支配下に置いた。サルゴンが築いたアッカド帝国は、統一された行政システムと公用語を導入し、効率的な統治を実現した。交易路の整備により、遠く離れた地域との商取引が活発になり、文明は大きく発展した。彼は征服した土地の文化や宗教を尊重し、多様性を認める寛容な統治を行った。サルゴンの治世は約50年間続き、その間に構築された統治システムは、後の多くの帝国の模範となった。彼の功績は粘土板に記されたくさび型文字によって現代まで伝えられ、考古学的な発掘調査でも、その偉大さが裏付けられている。世界最古の図書館は、紀元前7世紀のイラクの地に存在していました。アッシリア帝国の最後の偉大な王、アッシュールバニパルは、25000枚もの粘土板を集めた壮大な図書館を建設しました。彼は幼い頃から読み書きを習得し、当時の王族としては珍しく、高い教養を身につけた知識人でした。アッシュールバニパルは、帝国内の至るところから学者たちを集め、古代メソポタミアの文学や科学、医学の知識を粘土板に記録させました。その図書館には世界最古の物語、ギルガメシュ叙事詩の完全版も収められ、現代でも貴重な歴史資料として大英博物館で保管されています。驚くべきことに、図書館には古代の辞書や百科事典のような機能を持つ粘土板も存在していました。アッシュールバニパルの図書館は、メディアのトニネベにあり、体系的に整理された世界初の本格的な図書館システムを持っていたとされています。粘土板には目録番号が記され、主題別に分類されるという、現代の図書館に通じる管理方法が採用されていました。